プロシアの歴史10、シュマルカルデン戦争4、その終わり。パッサウの平和の当事者はフェルディナンド1世とモーリス。シャンボール条約の当事者はモーリスとアンリ2世。よってシャンボール条約もパッサウの平和も自分には関係ないということだったのでしょうか。カール5世はライン川西岸を取り返しに出ました。その時、カール5世が放った弾丸、それがモーリスと並ぶ戦争巧者のアルバート・アルキビアデスでした。メッス奪還に成功したならば、広大な領土をアルバート・アルキビアデスに与えるという約束をカール5世はしていたようです。こうして始まったメッス包囲戦は失敗に終わりました。この失敗を受けて、カール5世はライン川西岸を諦め、オランダの死守のみに方針を切り替えたようです。パッサウの平和を破られたフェルディナンド1世、パッサウの平和とシャンボール条約を破られたモーリス、ライン川西岸を諦めたカール5世、この3者にとってアルバート・アルキビアデスは迷惑な存在となりました。メッス奪還を企てたのはカール5世で、誘われたのがアルバート・アルキビアデスでした。裏切りの結果とはいえ、カール5世がアルバート・アルキビアデス一人を迷惑者に仕立て上げたようにも思えます。全ドイツ対アルバート・アルキビアデスという構図が出来上がりました。シーバスハウゼンの戦闘で、モーリスはアルバート・アルキビアデスに勝利しましたが、自身は戦死してしまいました。モーリスの後、ザクセン選定校を引き継いだのは、前任のジョン・フレデリック・ザ・マグナニマスではなく、モーリスの弟アウグストスでした。おそらくは仮決めだったパッサオの平和を正式な終戦条約に持っていくためには、ジョン・フレデリック・ザ・マグナニマスよりもモーリスの弟の方が都合が良いとカール5世が考えたからだろうと想像します。このザクセン選定校の引き継ぎをおかしいと考えたルター派諸校は多かったようですが、最終的にはナウムブルク条約によってジョン・フレデリック・ザ・マグナニマス本人もこのザクセン選定校の継承を承服したようです。モーリス問題は一段落しました。シュマルカルデン戦争を終わらせるためのもう一つの問題、それがアルバート・アルキビアデスでした。カール5世にしてもアウグストスにしても内戦を早く終わらせたい、その気持ちに変わりはなかったようです。早期終戦、それがアウグストスがザクセン選定校を引き継ぐ条件だったのかもしれません。彼らが下した解決策は、帝国会議によるアルバート・アルキビアデスの国外追放でした。こうしてついにようやくルター派問題の最終決着、アウグスブルクの平和は実現しました。アウグスブルクの平和の意義を考えてみたいと思います。そもそもカール5世がこの戦争を始めたのは、ルター派を根絶し、ローマカソリックの権威のもとに神聖ローマ帝国を大同団結させるためでした。何のためというなら、ヨーロッパ内においても、新世界貿易においても、全ドイツ一丸となってフランスやイングランドに対抗するため、その主導的役割をハプスブルク家が維持するためだったということになろうかと思います。カール5世もいろいろと策は講じましたが、シュマルカルデン戦争の行方は混沌とし、全ドイツの統一が困難な状況になりました。こうとなってカール5世が優先したのは、ドイツの分断を防ぐことだったようです。ハプスブルク家の新世界対策は、婚姻政策にしろ、ローマ教皇を仲介した条約策定にしろ、すべては外交政策の延長線上でした。サラゴサ条約以後、フランスやイングランドはなりふり構わぬ実力行使に打って出てきていました。彼らに外交政策のみで対抗していくのには限界があったと思います。とはいえ、海軍力は実質ほぼほぼスペイン・ポルトガル頼みの状況でした。足元のヨーロッパ内陸部においても、婚姻を柱とした外交政策がハプスブルク家の基本政策でした。実力行使の場合には傭兵に頼る場面が多かったように思えます。そんなハプスブルク家にとって、ルター派シュマルカルデン同盟の軍事力は必要不可欠なものだったと想像します。
ドイツ分断を回避するためにカール5世が下した決断。それがアウグスブルクの平和でした。そこで確認された大原則が、クイウス・レジオ、エイウス・レリジオ。彼らの領土は彼らの宗教。カール5世はルター派を容認することによってドイツ分断を防ぎ、ルター派、シュマルカルデン同盟の軍事力を神聖ローマ帝国内につなぎ止めた。こういうことだったと想像します。古代の無責任者の弁からしますと、最初からローマ教皇はルターだけでなく、ルター派諸侯すべてを破門する。教皇に破門されたとしても、皇帝カール5世は帝国内のルター派諸侯の政治的、経済的地位は保障する。つまり、シュマルカルデン同盟内の利益を教皇と皇帝で独占しようとするのではなく、シュマルカルデン同盟内の利益はシュマルカルデン同盟の利益というようにしておけば戦争は回避できたようにも思えます。シュマルカルデン戦争で神聖ローマ帝国内に生まれた亀裂、禍根、遺恨が後々のドイツ南北分断の始まりだったようにも思えます。カール5世は兄弟間の争いの醜悪さや相続の難しさをシュマルカルデン戦争から学んだのではないでしょうか。それが後々のカール5世の相続に反映されたようにも思えます。最後にカール5世がモーリスとアルバート・アルキビアデスを必要とした理由、モーリスとアルバート・アルキビアデスが戦争に強かった理由を考えてみようと思います。日本において銃が戦闘の行方を左右する武器になったのは長篠の合戦1575年が始まりだったと思います。シュマルカルデン戦争は長篠の合戦の約30年前でした。1500年代中盤のヨーロッパはすでに本格的な大砲や銃による戦争の時代に突入していたのだと想像します。この2人の人物はその若さゆえ、幼少期から銃操作に慣れ親しみ、銃の特性をよく理解し、高いレベルで銃を扱うことができたのではないでしょうか。当然、銃を用いた戦闘における戦術や戦略の理解にも優れていたはずです。故に、カール5世は細心の注意と警戒心を持ってこの2人を利用したのだと思います。戦上手が政上手に利用された例は、悲しい話ですが、古今東西よくあった話だと思います。カール5世は、ヨーロッパ内陸戦のみのためにシュマルカルデン同盟の軍事力を必要としたのではなかったと思います。反戦の構造上、大砲の搭載場所を甲板に限定したままでは、大砲数を飛躍的に増やすことはできなかったと思います。だったら船の他の場所となりますが、船の中腹に大砲を搭載しようとすると、大量の火薬や大砲を船内に抱えることになり、とても危険です。肺炎のほか、解決すべき問題は多かったはずです。この危険に挑戦して、船の戦闘力を格段に上げようと決断したのがヘンリー8世でした。そしてイングランドには、この問題を克服した勤勉さ、創意工夫と技術力があったのだと思います。カール5世はイングランド、フランスに対抗するため、スペイン、ポルトガルの船とシュマルカルデン同盟の軍事力を掛け合わせて、大航海時代、新世界貿易の覇者になろうと計画していたのかもしれません。これでシュマルカルデン戦争シリーズを終わろうと思います。以上です。ありがとうございました。